風、竹久夢二。風が山の方から吹いてきました。学校の先生がお通りになると、町で遊んでいた生徒たちがみんなお辞儀をするように、風が通ると、林に立っている若い梢も野の草もみんなお辞儀をするのでした。風は町の方へも吹いてきました。それは大層面白そうでした。教会の十字塔を吹いたり、煙突の口で鳴ったり、町の角を回るとき、とんぼ返りをしたりする様子は、とても面白そうで、ちょうど子供たちが、鬼ごっこするもんよっといで、というように、ダンスをするもんよっといで、と言いながら、風の遊び仲間を集めるのでした。風が面白そうな歌を歌いながら、ダンスをして踊り回るので、干し物台のエプロンや、子供の着物もダンスを始めます。すると木の葉も、枝の端で踊り出す。町に落ちていたタバコの吸い殻も、紙くずも空に舞い上がって踊るのでした。その時、町を歩いていた幸太郎という子供の帽子が浮かれ出して、いつの間にか、幸太郎の頭から飛び降りて、ダンスをしながら町を駆け出しました。その帽子には、長いリボンがついていたから、遠くから見るとまるで鳥のように飛ぶのでした。幸太郎は、驚いて、止まれ、と、号令をかけたが、帽子は聞こえないふりをして、風とふざけながら、どんどん大通りの方まで飛んで行きます。一生懸命に、幸太郎は追っかけたから、やっとのことで追いついて、帽子のリボンを押さえようとすると、またどっと風が吹いてきたので、今度はまるで輪のように、くるくると回りながら駆け出しました。坊ちゃん、なかなか捕まりませんよ。帽子がかけながら言うのです。すると、今度は大通りから横丁の方へ風が吹き回したので、幸太郎の帽子も、風と一緒に、横丁へ曲がってしまいました。そしてそこにあったビール樽の影へ隠れました。幸太郎は大急ぎで、横丁の角まで来たが、帽子は見つかりません。僕の帽子がないや。幸太郎は、もう泣き出しそうになって言いました。帽子を連れて行った風も、幸太郎を気の毒になってきて、坊ちゃん、私が見つけてあげましょう。そう言って、ビール樽の影の帽子の尻尾を、ひらひらと吹いてみせました。幸太郎は、すぐ帽子のあるところを見つけました。万歳。幸太郎は、帽子の尻尾をつかんで叫びました。風合い、もう取られないぞ。幸太郎は、帽子のつばを両手で、しっかり握って言いました。ほう、ほう。風はそう言いながら、飛んでいきました。エプロンも、木の葉も、紙くずも、まだダンスをしていたけれど、幸太郎の帽子はもうダンスをしませんでした。